はい、今日はほつれ止めについて少しお話ししていきたいと思います。リボンのほつれ止めなんですけれども、一番使う頻度が多いのがサテンリボンだと思います。でこの切った瞬間はそれほどほつれてないんですけれども、これね、時間が経つにつれてっていうか、縫ってるうちにだんだんほつれてきます。なので作品を作るときは必ずほつれ止めをしてください。それからオーガンザ、こちらもよく使うと思うんですけれども、オーガンザはサテン以上にほつれやすいので、もう必ずほつれ止めをしないと、こんな感じですね。これオーガンザだから見にくいかな。もうすでにほつれてるんですけれども、こんな感じになっています。でこのまま作品を作ってしまいますと、やっぱり綺麗にいかないので、切ったら必ずほつれ止めをします。で以前の動画でもお話ししていますが、ほつれ止めをする方法は2種類あります。こういったほつれ止め液を使う方法、それからライターを使う方法と2種類あります。どちらでもいいんですけれども、私個人的にはサテンリボンとか結構厚みのあるリボンを使うときはライター、このオーガンザとか薄いリボンですね、こういったのを使うときは、液体のほつれ止めの方がいいのではないかなと思います。でほつれの液の種類なんですけれども、これ今ほつれぬになってますが、たまたまこれ買いに行った時にピケがなかったんですね。なので手芸屋さんにピケっていうのがあったら、そちらの方が使いやすいと思います。あとハワイに行く機会があったら、フレイチェックっていうのをもうね、まとめ買いしてくるといいと思います。フレイチェックの方がやっぱり使いやすいです。はい。ということで、その使い方なんですけれども、前回の動画ではこういうのを使うんですよっていうところ、道具の紹介で終わってると思います。使い方なんですけれども、例えばですね、この本当に端のキワキワにちょん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 っていう感じで使います。ギュッて掴んでブワッてやるとたくさん出過ぎてしまって、それもあまり綺麗でないことになります。こんな感じですね。はい、本当にキワキワにつけます。それでこれは乾くまで、リボンって少しカーブしてますので、乾くまでちょっとこうやって置いといてあげます。はい。で、このオーガンザの方に私は液体の方をよく使うんですけれども、これはなぜかというとですね、慣れてきた方はライターでもできるんですけれども、こんな感じですね。これ今まっすぐに切ってるのでこんな感じなんですけれども、作品によっては丸く切る時とか葉っぱの形に切る時があります。そうするとなおほつれやすいんですね。はい、そしてライターでやる場合、ちょっとねカメラがね近くてあれなんですけども、この青い炎のところ、根元の青い炎のところにさっとくぐらせます。でオーガンザの場合に私はほつれ止め液の方を使いますって先ほど言ったんですけれども、例えばこのオーガンザをライターでじゃあほつれ止めしますってなった時に、普通にやりますね。これね溶けちゃうんですね。
なので規定のこの長さよりも短くなってしまったりします。これは慣れてくるとライターでもスッとできるようになるんですけれども、初心者さんは結構予想以上に溶けてしまったりするのではないかなと思います。なので最初のうちは液体のほつれ止め液でやっていった方がいいのかなっていう感じはします。ただ出来栄えですね、見栄え的にはやはりライターでやった方が綺麗にいくので、慣れてきたらどちらもライターでやるといいと思います。はい。で、例えばなんですが、今一枚一枚ライターでやりましたけれども、作品によってはこのパーツを100枚とかいうことがよくあるんですね。これが100枚、じゃあこっちが150枚とか80枚とか、そういう単位で切らなくてはいけないことが、しょっちゅうあります。作品によってものすごい数をほつれ止めしなくてはいけない時が多々あります。そんな時なんですけれども、キャンドルですね。これを使います。今かっこつけてアロマキャンドル使ってますけれども、ろうそくだったら何でもいいです。で、やはりろうそくでやるときも根元の青いところで焼きます。ちょっとね、このキャンドル入れ物がある感じのキャンドルなので、ちょっと手突っ込まなくちゃいけなくなってるんですけれども、できればこのガラスがないやつ、本当にろうそくだけのやつを買われるとやりやすいと思います。こんな感じでやりますね。ちょっと今ね、突っ込まなくちゃいけないんでやりにくいんですけれども、根元の青いところじゃないところでほつれ止めをするとどうなるかっていうことなんですけれども、この上の方のオレンジ色の光の部分ですね、ここでやるとどうなるかっていうことなんですけれども、これね、ちょっとね、ビデオじゃわかんないかもしれないな。この動画では、今回はちょっとね、残念ながらならなかったんですけれども、どうなるかっていうと、すすけちゃうんですね、リボンが。特にろうそくのオレンジ色の上の方の光のところでこうやってほつれ止めをしてしまうと、リボンが黒っぽくすすけてしまいます。なのでやはり根元の青いところの炎でやった方がやっぱり綺麗になります。なのでたくさんあるときは、こういったキャンドルでスッスッと通していった方がやりやすいです。このライターとかチャッカマンとか一回一回カチッカチッってやらなくてはいけないので、それをやってるともうガスもあっという間になくなるし、このカチャってやるところも100円ショップとかで買ったものだと結構ね壊れるんですよね。私何個壊したろう、何個壊したというか何個壊れたろうっていう感じです。で、例えば100円ショップの、使い切りのライターとかだとあっという間になくなってしまうので、補充できるやつを買っています。ホームセンターとかで買った方が長持ちはするかもしれません。でも試しにね作るわっていうくらいだったら、100円ショップので全然大丈夫なので、
どっちもこれは100円ショップです。なので補充できるものを使う方が全然いいと思います。やはり100枚200枚とかトータルしてほつれ止めをしていくと、この使い切りのライターでは1本では追いつかないです、多分。時々ね生徒さんとかを見ていても思うんですけれども、リボンレイ作り、ハンドメイド全体的にそうだと思うんですけれども、やはりね性格って出るんですね。すごく雑にほつれ止めをしている生徒さんと、それからもうきっちりやって、きれいにやる生徒さんとやはりね分かれます。で、ほつれ止めに関して言うと、やはりきっちりやらないと後々見た目がだんだんあんまり美しくなくなるので、やはりきれいに、やっていただきたいなと思います。で、最終的にこんな感じでパーツを作って、先ほどのほつれ止めした部分っていうのは裏に来るんですけれども、じゃあ見えないじゃんって思うかもしれませんが、今度ここがボッサボサになるんですね。なのでそのボサボサっていうのはどこかから見えます。なので結局見えないんでしょって思わないで、こういう見えないとなんていうのかな、どうせ見えないでしょって思わないで、もうこういう細かいところまできれいに、やるっていうことが作品全体をきれいに見せるコツかなと思います。非常に時間がかかるし手間もかかりますけれども、それだけなんていうのかな、愛情がこもっているというか、美しい霊を作りたいという、気持ちがちゃんと伝わると思います。で、ちょっと話脱線しますけれども、リボンレイは買うと多分お高いと思います。お高いと言ってもでもそんな数万円とかするわけではなくて、もう数千円とか、1万円いくかなどうかなぐらいじゃないかなと思いますけれども、例えばこれをパーツ1つあたり80枚とか100枚とか切るわけですよね。切ってほつれ止めをして、中にはこういうパーツ売ってるんでしょって思う人もいるんですけれども、これはね一個一個作ってるんですね。これはほぼほぼどのリボンレイを見てもそうです。たまにククイナッツとかピカケとか造花とか木の実とかを挟んでる例もありますけれども、リボンで作ってるものに関して言うと本当にパーツ一つ一つから、リボンで全部手作りをしています。なのであまりね、高いじゃんって言わないで習ったりお買い求めいただいたりしていただけると嬉しいなと思います。で、私たちはそれに見合うように丁寧に一つ一つ作品を作っています。はい、少しね話脱線しちゃいましたけれども、今日は、丁寧にほつれ止めをしましょうっていう、お話でした。